さあ、入ったね。オッケーオッケー。どうなるかと思った。音のチェックをします。はい。マイクのチェック中です。大丈夫そうね。はい。皆さんこんばんは。おばんでございます。国和です。本日は、姿見せずにの配信になります。作業配信になります。まあ、独り言を喋りながら、ちまちまと手を動かして、配信の素材になるね。はい。ものを作っていこうかと思います。オッパアンダさん、こんばんは。なんだってなんだって今日はですね、作業配信でございます。どうぞよろしくお願いします。おしゃべりしながらね、ゆっくり作業していこうかと思ったんですけど、明日も仕事なんでね、まあ、1時間とか2時間とか、ちょっと配信に使う素材をちょろちょろっとね、これで書いて、で、あわゆくば OBS にそれをセッティングするとこまでやろうかなと思っておりますので、国風がサボらないように監視していただければはい、よろしくお願いします。みんなで国風を監視してね、サボらないようにね。はい。あとはね、先日自分の配信ね、僕配信終わるたびに毎回自分で見るんですけど、早口だったんでね、その早口も直すようにゆっくりな口調で喋るのを意識しながらね、こういうのもやっぱり練習なんで、ゆっくり喋りながら癖付けをしながらやっていこうかと思います。なんだって驚愕驚愕、国和作業をしながら喋るだけアバターなしどういう配信、どういうお笑いよろしくお願いいたしますね。でも面白みがあるかどうかわからないけどね、何でもかんでもとりあえず配信にしてしまおうという魂胆でございますよ。いや、もうちょっと早く始めるつもりがね、日付変わっちゃったっすけどね。まあでも日付変わって今日のお仕事も昼からだから、睡眠時間と一応取れるから大丈夫。バッチリね、時間の計算もできておりますよ。まあ飲み物用意してないから喉乾いたら終わりかなぐらいの感じですね。アンナさん、まあありっちゃありだね。いい感じでしょ。やっぱこういうのもね、大事だと思う。やっぱね、間を空けずにね、できることは何でもやっていくっていうね。はい。で、今日やりたいものなんですけど、配信の
画面に出す素材を作りたいなと思ったんですけど、僕ちょいちょい離席するじゃないですか。飲み物取ってきますとか、ちょっとお茶入れてきますっていう。大抵トイレはもう済ましてるからあんまり行くことないですけど、で画面から僕消えるのでなんか寂しいよねっていう。あとは配信友達、ネットの友達の配信見てる時に離れる時とか休憩する時に画面にちゃんとみんななんか出して席離れるんで、そっか配信者はそうかと思って、ということは国風はまさか配信者じゃないのではと思った次第で、なので離席中みたいなアイコンというかなんかそういうのをね出したいなと、離席中に画面を賑やかすものを作りたいなというところでございます。なのでまず一つは離席中っていう文字ですね。で今日使うソフトがGIMP、絵描いたり画像編集したりとかするソフトなんですけど、こいつがなんか GIF を作れると。僕の今の配信画面待機画面この間新しいの作ったんですけど、それ今 GIF なんですよ。パンダさんに見せましたっけか、これって自慢しましたっけか。そう今一瞬見せるんですけど、これですね。はい、今見したあれですね、待機画面をこの GIMP を使ってGIF 画像にしてちょっと編集したものをねそのままはめてるんですけど、そういう感じでね今度は宙に浮く文字を作りたいと思っております俺ですらちょっと待ってねを使ってるのにまさかないだとでも、そういうこともなきにしもあらずというか、配信者のなんかそういう物足りなさをこう補うための配信だから、今日から作るから文句は言わせねえはい、すいません、配信者にあるまじき準備不足のところ今日で穴埋めさせてください。すいません、今日頑張らせてください本当はね2つ作りたいんですよ。まずは今言った文字ですよね。文字が一つとねアペさんお疲れさんです。作れ作れそうね、はい、頑張るっす。作ります。はい、すいません、作らせてください。琥珀さんこんばんは、いらっしゃいませ。今日は国数真面目に作業いたしますので、皆さんで監視していただければと思いますので、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。1時間2時間ぐらいでね、はい、明日普通に仕事があるので、午後からなんで睡眠時間は取れるんでね、時間決めて1時間2時間ぐらいのところで作業やっちゃいたいなと思っております。よろしくお願いしますパンダさんわらわらアペさんハートありがとう。頑張るよ頑張るぞね。わいもね人にね描けって言ってるばっかだから、自分もやんなきゃねいけないからね、サクサクっとやっていきますか。で今から作るのが岐阜になるので、どんな感じで作ろうかなっていうところですよね。文字が宙に浮いてて、なんか岐阜で文字がふにゃふにゃ動いてる感じにすればいいかななんて今暗色に思ってましたけど素材さっさと素材しばくぞ待って、もう僕ここに入れなくなっちゃう、引っ越すことになっちゃうじゃないですかちょっと事情が変わってくるとりあえずどうしようかな。一回下透明で作って、で、どうしようかな。前に作った時にも、結構ね、雰囲気で作ったんで、テンプレートというか、ちゃんとね、例のリズムって書いてるからね。完全に引っ越しのリズムでね。これがね、あれなんですよ。どういう風に書いていくのがベストなのか全然分かってないので、じゃあまず漢字で離席中って書きますか。漢字下手くそなのでね、スマホでちゃんと漢字調べて多分ね書こうと思えば書けるんだけど、ペロペロっと書いて実は間違ってるとかが一番恥ずかしいからねよし、これでいいかな。で、あんまり大きいとあれかな、どうしようかな。一旦これで例えば適当にっすよ。
ちょっと可愛い文字にしたいですよね、できればね。よいしょ。書き順は気にしないで。よいしょ。できるだけ可愛く作りたい。せっかくだから。こうしようかな。こうして、こうして、こう。あえて斜め。で、席。ひよん。ひよん。適当だな。一席。中。これいまいちだな。どうしようかな。こうしようかな。離席中。なんか、中の字がピンとこないな。離席中で、これで、点。これだとカンマみたいになっちゃう。丸と。まあ、じゃあこれでまず1個書きましたと。で、こいつをアニメーションにしたいんですよね。今回は。なので、これを複数枚書きます。何も考えずに複数枚書きます。で、こいつに書きたいので、こいつを薄めて、このぐらいにしておこうかな。ひまじんさん、こんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日はですね、作業配信です。姿も画面に映さず、ただただこのペンを動かす画面を映し出すだけというね、配信者にあるまじき、この内容の、この手抜き感でございますよ。はい。今日はですね、配信に使う素材としてね、席離れた時にその離席中っていうね、文字を画面に出したかったので、それの GIF アニメを作ろうかと思ってまして、今手をつき始めたところです。あわゆくば、OBS に配信するソフトにこれをセッティングして、実際に配信画面に映した状態もついでに見たいなと思っておりますので、そこまでいけたら上々というところでございます。で、今日使ってるソフトがですね、GIMP っていう古のソフトなんですけれども、これでね、作っていこうと思います。ちょっと前からなんかこういうの作り始めたんですけど、果たしてこのやり方が一番効率いいのかどうかはちょっとわからないので、なんか雰囲気でやっております。ありがたいですよね。最初からこのコマだけ書けばアニメーションにしてくれる機能が最初からついてるので、なのでこれはね、やっぱこの間見つけた機能をどんどん活用してって、で慣れていって、でどっかのタイミングで新機能を見つけたらそれも技術として取り入れてみたいなのを繰り返せばできる幅が広がるんじゃないかしらというところですね。やんなきゃね、やっぱできること増えていかないんでね、やっぱいろいろスキルをね増やしていきたいというねところでございますよ。とりあえずこれで国方先日からね、岐阜を自分で作るということを覚えたのでね、今日は岐阜を作っていきます。あわよくば2つ作りたい。文字の他にね、なんか画面にキャラクターがわちゃわちゃ動いてたら見栄えいいかなと思ってるんで、これパパッと作っていい感じにできたら、今度はなんか画面をわしゃわしゃ動くキャラクターみたいなのも作ろうかなと思っております。そうですね、こっちで GIF アニメーションを作って、今度はその配信ソフト上でも右に動かしたり左に動かしたりできるので、それ組み合わせるとなんかいい感じになるんじゃないかなっていう。そう、どれだけお金をかけずになんか配信者っぽい配信画面を作るかっていう感じですね。お金をかけずに、これ重要。ね。ひばじさんわらわら。やっぱりでもあれですよ、本当にお金をかけずにね、なんか面白おかしく、なんかいろんなことができたら楽しいじゃないですか。何度も言うけど無料でね。そう、 YouTube っていうのはお金をかけずに楽しめるのがね一番でかいと僕は思ってるんでね。
小脇さん、銀符って、本当だ、左上拡大してみたら例の犬のアイコン、懐かしいでしょ。未だに使ってる人いるんだって話ですよね、まずね。いにしえのね、下手すると今もう知らない人の方多いんじゃないですか、このソフトに関しては。あとね、今日はせっかくこのおしゃべりしながらの形にしてるんで、なんだろうな、あれですよ。前回の配信、僕いつも自分で配信終わったら自分で確認するようにしてるんですけど、まあ前回もまあまあ早口でしたね。だいぶ早口だったんで、やっぱ意識しないでなんかつれづれなるままに好き勝手に喋ってるとね、ちょっとだんだん気分が乗っちゃって、だんだん早口になっちゃうんですよね。悪癖っす。直さなきゃいけないと思いつつ、楽しいとついついね、なんかボルテージ上がっちゃうんですよね。だからボルテージ上がっちゃうところをね、うまくコントロールしながら今日はやる練習もね、したいと思っております。今何コマ書いた？今5コマぐらい書いちゃったかな？ 5 コマぐらい書いたかしらね。で、6コマぐらい書かさればいいんじゃないかな。なんとなく。6コマぐらいでいいんじゃないか。さあ、これで、それっぽい雰囲気の岐阜になってれば OK。やっぱね、何度も反復して繰り返してるとね、いつの間にかクオリティが上がってって、無料とはバレないクオリティにいつかなるんじゃないだろうか。目指すとこはそこっすよね。その素材どっから持ってきたんですか？いえいえ、これ自分で作ったんですよ。どやーどやーってやりたい。なんか配信いつの間にか素材増えてるみたいなのもね、こう思わせておいて、やっぱり変化はね、必要ですからね。そうね。でただ変化する、ただ変化するだけじゃなくて、せっかくならね、変化と同時に進化までできたらね、素敵じゃないですか。すごい素敵じゃないですか。そこを目指したいですね。小涌さん、本屋のパソコンコーナーの謎ムック本のフリーソフト100選みたいなのに必ずと言っていいほど取り上げていたという。そう、懐かしい。うわー、懐かしいな。なんだっけ、本の IP とか、うちの姉貴が好きで買ってたパソコン雑誌 IP とか、そう買ってたっすね。実家暮らしの時に何冊も積み重なってたっす。で、なんか CD ロムがね2枚ぐらいついててね、でそっからアドレスで行けたりとかいろいろあるっていうね。懐かしい懐かしい。あった。うわ、超懐い。で、今これで仮にできましたよと。今これでどうしようかな。仮にちょっと動かしてみますか。まだ背景真っ白透明なんで、ちょっと見た目は思ったのと違う感じになるかもしれないですけど、こうしてさて、倍速が 0.5 倍速。いいのか。で、いいね、動いてる。いいっすね。動いてる。ほら、ちょうどいいじゃないっすか。なんかほにゃほにゃしてて、なんか画面にぎやかしになるっすよね。一瞬白の画面入るから、なんかパチッとなんか一瞬目に痛いっすけどちょっと一瞬目に痛いけど、形良さそうっすね。オッケー。まずで、こいつが大まかな形。しかもこれ間違って薄くしてたな。これまた濃さ戻して、でこれのどうしようかな。後ろ、二席中の後ろが透明すぎてあれなので、この後ろに白い縁をつけたいですので、もう一枚ここにプラスして、でどうしようかな。一旦この辺は隠して、こいつは出すか。こいつ出して、このまま描くとこいつの後ろにね線が引かさるので、これを白にして、でペン先を太くします。さっきのが50ぐらいだから、どうしようかな。70、70、80ぐらいにしとこうかな。80ぐらい。多分これで書くと、もうちょっと太くてもいいかな。100でいいか。100にして、何も考えずに書いたらそれっぽくなるようにしよう。
で、なぞる。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 ただなぞるだけ。ただなぞるだけで、それっぽくなりますよと。これも、フレーム数分やっていきます。白で縁取りというか、こういう感じにするとね、背景の画面が何色でも、この黒と白でちゃんと見えるようになるはずなんで、これでやっとけば間違いないでしょう。作り方がこれで合ってるかどうかって言われたら正直自信はない。なんか、絵描くソフトでなんか機能で書き出した画像に対して縁を勝手に作るとか、そういう機能もなんかあるっぽいですよね。あ、間違えたか？いや、いいか。まとめるの後でやろう。なんかもっといいやり方あった気がするけど、とりあえずこれで数を稼ぎます。これで数を稼ぎます。なんかもっと、こなれたやり方があれば、また今度どっかで皆さん教えてください。不慣れなんでね、これも。岐阜作品2枚目になるんで。よいしょ。よいしょ。なんでもね、最大効率で楽視できたらね、その方がね、絶対いいっすからね。なぞるだけアンドゥをしません。アンドゥをするとスーギコ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 はしません。あ、佐藤さんこんばんは。佐藤さんこんばんはいらっしゃいませ。今日はですね、作業配信でございます。配信画面をね、賑やかすためのね、素材を今日は作っております。ちょっと前にですね、配信画面の待機画面、岐阜でデフォルメした僕が待機画面で壁に寄っかかって足伸ばしてるやつを今使ってるソフトでね作って表示するようにしたので、同じ感じでね簡単な映像、これ GIF なんですけど GIF を作って、よいしょ、あ、間違った、 GIF を作って席を離れた時にね画面が寂しくないようにこういうのを作って、今日はこれを OBS に配信ソフトに設置するとこまでやっちゃいたいなと目論んでおります。なのでね、国数がサボらないようにちょっと皆さんで監視をしていただければね幸いでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。書き順めちゃくちゃ漢字苦手なのがバレバレですわ。でね、あれですね、イニシエのソフト GIMP をね使ってるんですけれども、まさかのこれでねGIMP にその GIF を出力する機能があることを最近知りまして、じゃあもうガンガン使っていこうよという目論みも今回はございます。あわよくばね、この離席中の文字ふにょふにょふにょと動くいい感じの GIF ができたら、にぎやかしプラスアルファでなんかちびキャラみたいのを書いてね、離席中に画面をなんかにぎやかすのももう一つ増やしてやりたいなとは思ってたので、そこまでいけたらいいな、最高だな。配信時間今日は決めてやってます。今が何時だ？まあもう40分じゃん、早っ。遅くとも2時かな。遅くとも2時ぐらいまでには、明日午後だけで一応仕事があるのでね、睡眠時間を確保するようにうまいこと切り上げたいところ。キャラクター確保は半端になっちゃうかな、もしかしたら。まあ定期配信水曜日までには間に合わしたいところですね。それまでに画面がね賑やかになるようにしていきたいところ。なんかちょくちょくこうやっていろんな素材増やしていきたいですよね。離席中のなんか理由に合わせていろんなのを用意しとくとかね。飲み物取りに行ってますの時は飲み物持ってる国勝が画面をなんかちょこちょこ動いたりとか、なんかそういう感じになんかいろいろ工夫できたらそれは面白いですよね。まあおいおいですけどね、その辺に関してはね。実際どうなんだろうな。コアクさん、軍服プラス小銃構えてたまに確認で巡回しなきゃ。やばい。ちゃんと書かないとめっちゃしんどい思いする。めっちゃしんどく怒られる。やべ。眠っちゃダメだ。寝たらダメだ。
やばいやばい、軍曹怖い。軍曹怖いよ。軍曹怖いよ。こんな感じかな。あと2フレーム分書いて、そいつを合体させれば OK かな。よしと。あとはですね、さっきも喋ったんですけど、僕がね、あれなんですよ。配信終わるたびに、その日のうちとか翌日とか、あとは寝落ちとかな感じで、自分の配信を、可能な限り最初から最後まで確認して、反省点を探したりとかするんですけど、前回の配信もね、早口でしたね。全くコントロールができてなかったなって、大いに反省したので、今日はですね、ゆっくり喋る練習も兼ねて、ちょっと意識しながらね、やっていこうかと思っておりました。やっぱね、ふとした時に早口が出ちゃうんでね、やっぱり見に来てくれてる人はみんな気にしないって言ってくれる方もいるので、優しくしていただいてるなって思うんですけど、やっぱりね、自分で自分を今日キュッとね、戒めていかないと治らないのでね、ちょっと直していきたいなというところでございます。小悪さん、向かいの田中さん家でスクミズブレイクダンスの時間のために移籍中。新しすぎるでしょ。理由が新しすぎるって聞いたことない。スクミズブレイクダンス。すごい。誰も得しないし、性癖としては割とディープな部類。世の中にいないとも言えない絶妙にアウト寄りな趣味。国和そういう人間だと思われてる？心外すぎん？ちょっと心外すぎません？それは。嘘っす。国和、そういう変態性癖があると思われてる？もしかして。嘘やめてよ。そんなことないっすよ。ピュア。僕ほどの紳士はいないっすよ。ね。岩手県民で紳士を100人選べって言われたら多分30番目ぐらいには僕の名前上がるっすから。そのぐらい僕県内では紳士な人間っすからね。そんなことはないっすよ。先に潰しとくネタを。変態紳士じゃないですからね。はい。ちゃんとした紳士の方でございます。何の話ですか？スクミズとか言い始めるから、スクミズブレイクダンス。スクミズブレイクダンスなんだ？ちょっと待って。違うな。スクミズブレイクダンスってなんだ？あれ？わからんぞ。よし。これで、フレームができました。フレームができたので、これをもうくっつけちゃいましょう。1個ずつね。こいつで、1個下にくっつけることができたはず。できたかな？これでもできてるんじゃないか？オッケー、できてるね。これでもうくっつけちゃいます。間違ったか。そうか。表示しないとダメだ。ギンプもね、使い慣れなきゃいけないんだけど、こういうのもね、毎日使うソフトじゃないからね。やっぱり、とにかく何かに過去つけて、頻繁に触るようにしていかないと、上達しないですからね。OK、これでできたんじゃないでしょうか。で、背景は消します、こいつは。もう使わんのでね。こいつはデリート。OK。よし。小悪さん、俺にもわかんねえ。でしょうね。だって僕にもわかんないですもん。誰もわかんない。今ここにいる人、誰もわかんないと思うんですよ。有識者いますか？この中に。どなたか、スクミズブレイクダンスをご存知の有識者の方はいらっしゃいませんか？変態すぎるよ、いたら。知ってても絶対手挙げられない内容だよ。怖い。よし。これで結構いい感じになったのでは？ギンプ昔触ったなぁ。ね、古のね。でもやっぱり画像編集って言ったらこれだったっすからね、時代的には。はい、できたー。いい感じじゃないですか、結構。コンセプトは特にないけど、ただ文字ポンって置くよりは、賑やかしてるんじゃないですか。はい、こんな感じでございます。いいね、ギンプ簡単だね。ちょこちょこっと書いてポチってやったらもうすぐできるっすからね。あとはこいつを出力すれば OK。へで。ね、スクミズブレイクダンスね。存在したとしてもノブの声で、どこの界隈の方聞くの深い。ね。ねえ。独特すぎるもん。ツッコミも独特になっちゃう。本当に。完成ナイスありがとうございます。素晴らしい。
じゃあ出力しますね。こいつをポチッと出力ぶっこいて、エクスポートのこっちの画面をちょっと外そうかな。よし。で、どうしようかな。ファイル形式を、GIF にして、今思うと本当に超便利っすよね、GIMP。割と何でもできますもんね。まあ今もう新しいソフトがバンバン出てるから、もしかしたらもっといいのあるのかなと思わなくもないけれど。画像フォルダの、タイトル。遺跡中GIF。OK。あら、ひまじんさん。土曜また新たなグリッチ感を建造しました。X 見たっすよ。あれですよね。合ってるかな？離着陸場が6つついてるやつ。木造船みたいなやつっすか？いい感じっすね。あれ見たときに、うわ、進化してると思って。ねえ。僕がそっちのゲームに戻るのはいつになるかしら。いつになるかしらね。申し訳ないところですが。よし、これでエクスポート、ピッ !OK。アッペさんごめんって。ファイヤーアルパカね、先日そうですね。アッペさんにアルパカっていうソフトを、ね、送っていただいたばっかりなんですけど、結局まだ、開いてないんで、申し訳ない。ね、ファイヤーアルパカ、申し訳ない。野獣版810番作業はまだあるぞあえて野獣版なのがポイント高いフレーム数200ミリちょっと待って200ミリと2秒か12だから121234562秒だとさっきの何秒だった？測んなかったな。6だから 0.5 でしょ？で、12フレームでしょ？ 200 だと、あれかちょっと長いか？いや、加速できるか。いや、出しちゃえ。よし。さあ、これでちょこっと、こいつを試しに。あれちょっと待って。いいか。大丈夫か。声入ってます？こいつを試しに、保存したとこ開いて、どれだ？これだ。うまく動くかな？悪くない。悪くないよきよき。コラクさん。ファイヤーアルパカ、ピクシブ。あれ、記憶が。何か辛い記憶が。あれ何か下手に刺さるものがあったか。あれよし、では早速、こちらの配信画面にね、早速搭載していこうと思います。ドリ。さあ、これの、いいいんじゃないですか、結構。まあまあ見やすいのでは。かわいい。わかりやすい。なんか後ろが白黒だとちょっと混ざるか。さすがに。さすがに混ざるか。ちょっと待ってね。はい。なんかもうちょっと、輪郭ぼやかした方が良かったかな。でもまあ、いいや。でもあれか、岐阜にしようと思うと、こうなっちゃうのか。輪郭ぼやかそうと思うともう一工夫しなきゃいけないんだね。仕方なし。いいでしょう。OK。後でもう一工夫しよう。一旦これでいいことにして、で、なおかつ、この離席中のパーツを、ちょっと待って、ちょっといろいろ設定を見直そう。こうして、こいつにショートカットキーを設定したいです。そのためには、OBS の設定開いて、ホットキーを開いて、で、今開いてる配信の、今は作業配信ですね。作業配信の、これだな。立ち絵じゃなくて、離席中を表示非表示。
これって同じキーでいけるのかな。どうしよう。普段使ってないキー。この辺かな。こうします。で、こいつも5。あ、いけるいけるいける。これでいいのでは？これで、オッケーオッケー。はい、できました。素晴らしい。これでね、スイッチ一つで離席中が出せますよと。いいっすね。よーし、1個目標達成。素晴らしい。進歩したっすね。小悪さん、ピクシブじゃなくてピクシア？懐かしいピクシアの方が。ピクシア姉貴が使ってたかな？姉貴が使ってたかも。ワイの読み間違いだ。大変失礼しました。ピクシブじゃなくてピクシアね。ついつい。昔うちにXP とかがあったんですよね。実家に。それで姉貴が使ってた気がする。なんかプラスチックの板タブ？ペンタブの、板のペンタブ、板タブ使って。ね、今なんか2000円2000円で買えるレベルのペンタブも当時はすごい値段しましたからね。その当時って何年前だった話ですけどね。何年前だろう。20年、25年ぐらい前かな。あ、ゾッとした。部屋暑いはずなのに今一瞬寒くなったな。ああ、嬉しい。で、こいつを、別の画面にも出るようにしたいので、こいつをコピー取って、で、ちょっとごめんなさい。別の画面いきますね。例えば、はい。雑談配信の画面。ここにも出せたら楽ですよね。この辺に、貼り付け参照で出して、で、これは5で消えるかな？あ、これ5で消えないや。あ、そっかそっか。これの設定もね、やっぱり結構手間がかかるんですよね。ここもじゃあ設定します。設定をして、部屋だけ映って誰もいないっていうね。配信にあるまじき光景。普通だったら絶対ありえない。これなんだっけ？雑談配信よな。雑談配信の、どれだ。よいしょよいしょよいしょ。雑談サムネじゃなくて、これだ。雑談配信の、結構いろいろあるけど、この辺も整理しないとまずいわね、と思いつつ、重複しますよと。重複するけど大丈夫よ。適用 OK。で、これで、いいですね。OK。まあ、一旦この2つ設定しとけばいいでしょう。これで、こっちも消えるかな？ OK。よーし。1個完了。では、2つ目行きましょうか。あと1時間ぐらいのところでね。まず1つ完成したので、じゃあ一旦こいつを保存かけて、保存。よいしょ。で、保存先も、さっき保存したのと同じ場所に、適当に保存かけて、OK。ポチッとな。あ、コハクさん、ナイス。ありがとうございます。この勢いでね、次もいっちゃいますよ。よし。ヘバ。新しい画像を作りますよ。OK。こっちは消そうかね。OK。次は、次どうしよっかな。なんか、チビキャラがなんか、画面で、やかましくずっと動き続けるやつが画面の右から左に、バタバタと走り抜けていくアニメーションを作りたいので、まず前提として、
この画面が、ちょうど配信画面と同じサイズになってるはずなので、どのぐらいのサイズにしよっかな、キャラクター。どうしましょうね。キャラクターのサイズをまずどうしようかっていう感じ。まあ、さっきの文字の大きさはいくらでも変えられるので、まあ、仮のサイズ、どうしよっかな。まあ、画面の中央を一旦横切る感じにするので、仮に、このぐらいの範囲で、このぐらいのサイズ感で、なんかキャラクター描いて、まず1コマ目、打っていきますか。1コマ目打っていきましょう。ほいで、何をどうするかというと、こいつをまず、不透明にして、この範囲でキャラクターを収めますってことにして、で、画面を拡大します。画面を拡大します。で、いや、マジどうしよっかな。どうするのが一番いいんだろうか。なるべく情けないのがいいな。なんか、なんだろう。なんか、鉛筆でいいかな。鉛筆書きにしよう。で、一番細い線が多分、間違えた。こっちだ。ちょうどいいちょうどいい。これで、まず落書きみたいな国数を書きます。なんか、なんかこういう感じの言いたいことなんかわかります？バタ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 っと知らせたいなと思って伝わるかなこれ。この感じ。なんかこういう適当な感じで書いていきたい。そうなんかそうなんとなく伝わるかな。こういうのにしたい。あんまりね、あれなんですよね。この足のこのなんだろう、キレのいいスポーティーな形に本当はしたいんだけど、今ちょっとイメージが湧いてない。どうすればなんかバタバタずい感じにできるかしら。悩ましいですな。足って難しいよね。まあ、一コマ。まずこれ一コマね。で、これに、今度はこっちの足を上げてね。こうしてね。こういうこと。ちょっと待って。こうか。こう書いて、で、こう書いて、こうだ。こういうこと。こういうこと。バタバタずいでしょ。こういう、これを、もうちょっとフレーム増やして、非常にやかましくしたい。
そうね。まあ6フレームぐらいかけたら本当はいいんだけど、ちょっと6フレームは大変かな。まず一旦これでね、仮にね、で間か。こっからここに至る動きが欲しいか。タコマだと逆にうるさすぎ？もしかして。ちょっと待ってね。これ2つ消しちゃうと後がめんどくさいんだな。まあでもいいか、消していいか。サイズはまとまったし。消して、これ消して、でこいつも消して、で、これ表示して、こいつを、マックスにして、で、これで、アニメーションさせてみますよと。見づらいね。だいぶ見づらいね。画面の真ん中のやつ見える？シュールだな。これれ 0.5 倍速なんですよ。これが1倍速と。でもこれだとまだバタつきが足りないと。で2倍速ぐらいに。いいんじゃないですか？ 2 倍速いいんじゃないですか？結構。このニュアンス。このニュアンスでいきたい。なんか足上がってないからちょっとここは直すけど。そう、このニュアンスでいきたい。これを画面の右から左にこう、みんなの視界をちらつくように、画面をとにかくうるさく、もうみんなもう早く戻ってこいよ、なんだこれって思うようなキャラにしたい。まあ。ちょっと今修正点が見えたから、まず足を上げたいよね。思ったより足が上がってなかった。カラメル感。カラメル最近見てないな。あれ動画更新してるんですかね。でもまさにその感じ。バタ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 、うわーみたいな感じ。うわーな感じにしたい。こっちのつま先が思ったより低かったから、これを上げたいですね。これを上げたい。で、あと背景の白画像をちょっと1枚足しておきたい。こう。よし。ここが思ったよりも足があれだったんで、これは足上げたい。どうしようかな。こいつの、ちょこっと足消して、で、鉛筆に持ち替えて、こんなもんかな。とりあえず。これで良いのでは？うん、いい。いいじゃん。あ、ついでにこっちの膝の角度も変えるか。膝の角度と足の抜く角度が一緒の方が、より疾走感が増すのではと思った次第。なので、こいつも、どうしようかな。こっちも、角度同じにするか。これね。こう消して、で、鉛筆に持ち替えて、こっちがなんかもうこのぐらいの角度でいってるからこのぐらいの角度にして、で、こっちの膝もなんか、このぐらいの角度になってから、このぐらいいいね。すごくいいよ。こんな感じでどう？やってる感じある？悪くないように見えるけどどうだろう？悪くはないんじゃないか？なんか思ったのと違う形になった気がするけど、まあ大体でしょ。遅すぎるのか、ここがちょっと。やっぱりね、
ちょっとね、書き慣れてない感じが出てますな、ちょっとな。よしと。どんどん慣れていかないとね、こういうのも。こんなもんだな。現実的。よし、これでフレームの間行きましたと。で、これだと2枚だと物足りないので、せめて4枚、いければ6枚にしたい。けど、今、1時7分と。時間経つの早いね。しかも、ちびキャラじゃなくてちゃんと顔も体も書き込みたいから、あんまりフレーム数多いと厳しいか。こことここの間のフレームを1枚足したいです。まずは。で、背景透明の。はい。で、こっからここの間が欲しいので、まず1個目、半透明。これじゃないや。間違えた。これじゃなくて、こいつを半透明にして、まず透けさせますよ。で、こいつも、透明にするんだけど、こっちは線の色変えようか。一回。なんか、色の変える方法があった気がしたけど、完全に忘れた。どうやったっけ？忘れたー。いや、この雰囲気でやろうか。とりあえず、これの上で、一回もうシャカシャカ線で潰すのもありか。シャカシャカ線で潰しちゃうか。試しに。じゃあ、間違うた。こうして、こうして、こうして、で、こっからこうでしょ？こっからこうだから、そっちに伸ばしたいと。ので、こう。こうでは？で、こっちも、こうでは？ここもこうでは？いいんじゃない？いいんじゃない？で、次ね。こっから、ちょっとこなしてきた。1、2、3。で、4で、次にまたこいつを複製して、こっちに戻ってくる感じにしたいから、一回順番変えればいいか。順番変えて、こうで、で、これ今書いたやつか？ちょっと待って。混乱してきた。やっぱ不慣れだから。順番が。こいつが中間だよと。で、こいつが伸ばしたとこだよと。で、こいつは、その中間、違うな。名前つけろってな。名前つけろってな。レイヤーにな。そうすれば分かりやすいのにな。ので、名前つけます。こいつ右足にしよう。こいつを右足にする。右足。で、こいつを左足にする。左足。はい。で、こいつが右から左。やった。右から左。次、左から右が欲しいよと。
よし。おい。こいつをじゃあ一番上に。ここだな。ここに持ってきて、次はこいつからこいつに移るところを一つ作りますよと。ので、こいつからだから、いいのか。これに対して、頭かいて、足みょーっとやって、足じゃねえや。前足かなんかと間違えたか、手をみょーっとかいて、こいつをこっちから、こっちに戻す方にして、でこいつを伸ばしてる状態から、こっちに戻す形にして、楽すぎ大体言ったのではこれで。よし。これで試しに動かしてみますか。順番がこうで。ちょっと待って。順番合ってるかこれ。こう来て、こう来て、こう来て、こう。で、こう来て、こうだから、これでうまく動いてれば一旦 OK。試してみよう。アニメーションで作り方これで合ってるのかな？よくわからん。よし。では、さあ動いてもらおうか。どんなものか。見せてもらおう。ガンダムの性能とやらを。よし。いけすごくいい。すごくいい。ちょっとちっちゃくて見づらいけど、見てこの疾走感。これ。そう、この感じを出したかった。いいね。こいつが、離席中に、画面の右から左に向かって、ゆっくり見せびらかすようにこの動きを晒していくと。いいっすね。いやーいい。すごくいい。なんか離席中だけど一生懸命早く戻ってこようとしてるかも演出できてるのではないでしょうか。演出二重丸。よい。いやーこれなかなか。ね、いいね。すごくいい。オッケー。じゃあ、一旦これで、形はできました。形できたので、じゃあ今度は、これに合わせて、キャラクターを清書していきます。作画コストを下ろしつつ、ちゃんと国数にしつつ、結局僕になってないと意味ないですからね。これを僕にしていきます。で、メインどれにしようかな。こいつにしようかな。こいつを一旦メインに据えよう。で、こいつのところに、右足線が。これ多分今日のものならないな。ちょっとこれ今日のものにはならなそうですね。線がと。ほい。あ、しまった。白にしちゃった。これじゃない。新レイヤー、これ透明にして、OK。で、
これで一発ちゃんと国数を書いていきます。どんな顔にしようか。自分で言うのもなんだけど、アホ面にしたい。うん。こういうのでいい、こういうので。で、国勝さんの髪の毛の作画コストがちょっと重いので、できればちょっと簡略化したいんだけど、どうしようかな。よいしょ。よいしょ。1個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 。これでいいや。これにして、で、こっちの髪の毛が、この髪飾りがね、いっつも作画コスト重くて大変なんですよね。なんでこんなにしちゃったんだろうっていつも後悔してる。髪描く前に輪郭描こうか。もうちょっと薄くしようかな、こいつ。ちょっと色濃いな。こんなもんにしとこうかな。こんなもんにしとこうかしら。で、迷ったら耳を大きく描いとく。耳を大きく描いとくとコミカルになるっていうね。手抜きっすよ。手抜きでございます。そう。本体を削れば永続的に作画コストが削減される。なんと恐ろしいこと。どこを切ろうと。国数の特徴のどこを切ってしまおうとしたんですか。あんまり減らしすぎると何者かわからなくなってしまう。こういうとことかね。こういうとことかね。エビの尻尾。いや、実際この辺の作画ソフトな、作画コストな、重いよな。本当はもっと減らしたいよな、この辺。正直言うと。うん。で、こうなって、で、こうなって、で、ここはここでこう削れて、いやー、作画コスト重いな。ここはこういう感じで。で、こうなって、なんかもっと、デフォルメ化をもうちょっと考えなきゃいけない。バリカン、髪の毛がやっぱり髪か。女の子の命なんだから、ダメでしょ。女の子の命なんだよ、髪の毛。なんでそんなひどいことできるのなんでそんなひどいことができるの。鬼、悪魔鬼、悪魔これもね、なんかもっとうまく利用できればいいのにね、この。作画コストかかるよねまでは100歩譲っていいけど。これもじゃあ、こういうのに変えたときに、意外とこうするとコスト減るよね、という感じにできれば本当はいいんですけどね。うん。佐藤さん、さて寝ますかね。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。なんかすいません、今日はなんか、よくわかんない配信しちゃって申し訳なかったです。はい、佐藤さん、お先におやすみなさい。了解です。お疲れ様でした。佐藤さん、おやすみなさい。ゆっくり。いい夢見てくださいね。いつものセリフ。佐藤さん、いい夢見ろよ。お疲れ様でした。次また水曜日ちゃんと配信するなんてね。その時も一緒におしゃべりして楽しみましょう。よろしくお願いします。お疲れ様でした。いやーでもありがたいですね。
まさか作業配信見に来ていただけると思わなかったから、ありがたいですね、本当に。鬼悪魔カウンターされてしまって草。アペさん、いい夢見ろよ。ありがとう。コール&レスポンス。助かる。コール&レスポンス助かる。どうしよう。作画コスト減らすから髪飾り5個でいいや。本当は6個なんだけど。これでいいことにしよう。そういう減らし方もね、時には良いでしょう。なんか頭のサイズが想定より大きくなっちゃうけど。想定より頭のサイズでかいな。なんとかならんか。なんとかなりませんか、これ。よいしょ。いいか。大体だな。大体だよ、大体。で、こうして。まあまあ、雰囲気。雰囲気。大体こんなもんだよ。で、あとは、どうしよっかな。頭ができた。チェーンは適当につなぎたい。後からチェーンはリッチに書いてあげればいいんじゃないか。細かく色塗るときに形決めてでもいい気がする。で腕をこっから生やしたいので髪後ろに回すためにね。でこうどうしようかな。せっかくだからちょっと可愛い感じにしちゃおうかな。こういう感じでね。これ作画コストをね無駄に増やしちゃうっていうね。アホですわ本当に。ここで作画コスト減らしてやればいいのに、なぜか作画コストを自分から上げていくっていうね。アホですわ本当に。全くもって何を考えてるんだか。こっちもですね。こっちもこうしてこうしてもはや足ぐるぐるでよかったんじゃねえか。どうしようかな。わざわざちゃんとパー書くのは。いや待て、ここは手グーにするよりもお手でちゃんとパーにした方がうるさいのでは。よし全力でうるさくしようぜ。めっちゃうるさくしよう。このにじみ出るこの画面のうるささ。いい。すごくなんか画面がうるさそう。でもちょっと待って、もうちょっとなんか。こうして。いい。すごいなんか、すごくなんかやかましい感じがして好き。いい、すごくいい。いいよ。で、こっから髪の毛が、こう降りてって、この辺どうしよっかな。ちょっと上に伸びちゃうな。あんまり上に伸びるのはそれはそれで面倒ではあるんだけど。まあなんぼでもやかましい方がいいか。こんなもんにしとこう。なんぼでも賑やかしたい。で、あとはこっちか。こっちの手も同じ万歳にしたいけど、ちょっとどう書くのがベストか悩ましいところ。小指から書いて、薬指、中指、紙邪魔かも。触覚いらないかも。安倍さん、僕も限界だ。おやすみなさい。だぜ。安倍さん、お疲れさんでした。
今日も一日お疲れさ。また明日よろしくお願いいたします。連絡ちょうだいね。おつおつ。手振ってくれた。ありがとう。安倍さん、今日もお疲れ様。いい夢見ろよ。次の配信楽しみにしてるぜ。ハートありがとう。さあ、コメント欄盛り上がっております。ありがとうございます。これがね、嬉しいんだよね。自分の画面から見てね、めっちゃ盛り上がるから。ありがとう。ゆっくり休んでな。よしと、あとこういうペンだね。ペンの方に持ち帰って、で、こう書いて、小指、薬指、人差し指、中指か、中指、人差し指、で、ちょっと下ろして、親指と。一つもこっちを引っ張ると。いいね、いいね。いい感じ、いい感じ。これでいきたいね。これでいこう。よしよしよし。思ったよりも手の込んだ感じになっちゃったけど、まあ、いいでしょう。いや、じゃあ、アホ毛も後ろに流しちゃおう。こっちに流すアホ毛。かわいいかわいい。かわいいかわいい。いいじゃん、いいじゃん。どうしよう。フレーム数4フレームあるんだけど結構作画コスト重くなっちゃったか。これに色まで塗るからな。今1時半か。まあ1枚完成させてるんだな。1枚完成させて、で残りの3枚はまた裏作業とか明日明後日ぐらいのところでね、また描いていけばちょうどいいでしょう。ちゃんとね、着々と絵が上達してる感じがして我ながらいい感じだなと思いながら描いております。よし。で、後ろ髪を、ポコン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 と、こう返して、で、こう、こう、こう。よし。オッケー。で、キュッ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 。いまいち。キュッ、キュッ。悩ましいな、ここの隠れてるところ。キュッ。これでいいことにするか。で、おでこのごちゃごちゃしたところを少し整えたいので消しゴム。ここ。と、この辺と、あとは、どっちだ？こっちかな。こっち消して。で、なんかこの辺がごちゃごちゃしてるから、この辺をちょこっと鳴らして、そう、実際の自分のキャラクターのとこだと、この辺が実際ごちゃごちゃしてるから、ここの書き分けが難しいんですよね。よし。で、水戻して、髪飾りが一番上だな、とりあえず。鳥間髪飾り。よいしょ。で、次の髪飾り。2番目と、3番目。で、4番目と5番目。で、以下略と。で、こう通して、で、こいつとこいつ。よしよし。ひまちんさん、それじゃあ、ワイも寝ます。了解です。ご視聴いただきありがとうございました。お付き合いいただきありがとうございます。おやすみなさい。はい、お疲れ様でした。おやすみなさい。ゆっくり休んでください。ひまちんさんもいい夢見ろよ。ありがとうございました。また水曜日に定期配信しますので、どうぞよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。よしよし、頑張るぞ。わいはもうちょっと、あと30分頑張るぞ。あと30分頑張って、それなりの形になってば休めるぞと。よしと、明日も普通に仕事だからね。よし、まあ頭こんなもんでいいかな。とりあえず。この辺の情報量は諦める。時には諦めも肝心だからね。あとあれだ。この紙の中に輪郭入ってんのは消さなきゃ。こういう細かいとこね、忘れると
後で面倒だからね。よしと、こういう芸術というかね、創作ものでよく言うのがね、魂は細部に宿るとか言いますからね。要約すると、細かいとこに気を抜くなっていうね、手を抜くなっていうところですからね。ことわざ大事、格言大事。こうだな。思いのほか耳でかいか？まあいいか。まあ。ほう。まあ。だいたいこんなもんでしょう。よし。で、足のところ。足のところを、どうしようかしら。まあ、そのまんま書いちゃうか。とりあえず。勢いが大事だから、これは。足はもうこのまま同じ感じにしちゃう。ただ、少し太さとかを整えてあげると、見た目としていいのではないだろうか。よし、良いのではないだろうか。まず一つ目。めっちゃ好きだな、これ。思いのほかいい出来になっちゃったかもな。で、色を塗っていきます。で、色塗りは、ありがたいことに選択機能があるんでね、ポチっと適当に選択をして、ジャカっと色を塗っていこうと思います。で、これは消して OK で、こいつの、プラス1枚。右足線が色と。先に色って書こうかな。色右足線が。OK。で、この画面で選択を押します。選択を押して、まず色塗りたいところをこう。あれ？選択ミスったか。こっちか。ここと、シフトを押して、ここと、ここ。あれ？線が繋がってない。あら、ボンミス。まずボンミスですわ。この手のあるあるっすね。失敗した。待ってね。ちょっち待ってね。どこだ？これか。ここが繋がってない。よし。OK。あと、線が繋がってないところあるかな？大丈夫かな？大丈夫でしょう。OK。じゃあ、このまま塗ります。もう一回、右足線が選んで、選択やって、肌から塗りたいので、顔面と、で、よし。で、これで色塗りが湧いて、こいつを、普通のブラシでいいか。どうせ輪郭ぼかす予定はないので、普通のやつにして、肌色。白っぽくていいかな。よっしゃ。で、これでサイズ適当に大きくして、グリっと。肌を、耳やってなかった。やだ、ちょっと。耳なしホースケやんけ。幽霊に持ってかれちゃうぜ。選択で、シフトで追加できるっけか？できないかも。違うや。線が選択して、こうだ。いいかも。とりあえずなんとかなるかも。よし。OK、肌色。で、次。選択解除して。で、次が、髪の毛かな？口先にやるか。で、赤。間違えた。で、プラス、どうしようかな。ベロの色だから、暗いか。こんなもんか。違うな。ベースこっちにして、ベロを明るくするか。こうか？
一旦これでいいや。OK。よくわからんから一旦これでいいことにする。思ったよりいいのでは。で、髪の毛。髪の毛がピンクベースなので、髪、洗濯。1個、シフトをして2個、3個、4個、5個、6個、7個、あとこの辺か。違うな。その辺は赤か。ここまではいい。残りは赤だな。OK。なんか変なとこ押しちゃった。あ、これだ。ショートカットがうんぬんかんぬん。いいえ。たまに発生するやつだ。なんか同じボタン連打するとなんとかキーを設定しますかとかなるやつ。しませんってな。なんでいつもこれ勝手になるんだろう。ようわからん。で、色変えて、で、髪色が基本がピンクなので、まずはピンクっぽい、薄ピンクっぽい色で一旦全部染めていきます。よいしょ。一旦こうね。一旦こうで、グラデーションを適当に、グラデーションってほどでもなくていいか。灰色っぽい色。で、てっぺんじゃ。で、濃ゆめの色で、なんかこの辺をじゃ。で、これよりちょっと細いサイズ。で、白をじゃ。上で、赤でいいのか。赤だと濃ゆいんだよな。まあこの辺だいぶ色濃い。まあ後でエフェクトとかなんかで色変えてもいいし、この辺をじゃノリと雰囲気で。これやっちゃうとあれか、次髪色合わせるとき面倒か。まあいいや、その時考えよう。スポイトも使えるし。ノリと勢い大事。で、ちょっと赤濃くして、この辺の色。で、じゃ。ノリと勢い。ここ工程増やすと絶対後で後悔するんだよな。で、この辺。こんなもんにしとこう。今でも十分後悔してるけど、まあ、もう一旦これでいいでしょ。工数を増やしてしまった。愚かな陸に行かず。なんと愚かな。で、ここと、いいとこ取れたかな。あと、ここもだな。こことここで、あと、この辺。いけたか。ここ。よし。ここを、今塗った赤。で、そのまま塗れると、ほぼいい線。そう、ここね。よし。ほぼいいとこなのでは。で、あとは、髪飾りの部分。ここが、いいね。うまいこと言ったな。で、ここ。こいつら。これを、どうすっかなこれ。まあ、シンクやな。シンクで塗るしかないので、これでいきます。シンクで塗って、で、細かいところを、白で描くことによって、なんか光ってるように見えると。この作画コストである。どう考えても選択としては間違ってる。作画コストが恐ろしい。岐阜じゃないのかってね。岐阜でこんなに書き込んだら大変なんじゃないのって。どう考えても大変。こだわらなければいいのに。まったく。後先考えないんだから。
この辺がなんか適当に光るので、ここら辺こうして、まあね、描きなんかね、こだわってなんぼみたいなところもあるから、こだわってやってきたハート乗りこなして商売繁盛。歌詞間違ってる。頭からつま先までの衝撃の稲妻、俺たちの耳をくすぐる音のいたずら。まあいいか、どうせちっちゃくなるし。実際画面でこれ相当ちっちゃくなるから、今、157% でしょ。実際のサイズこんなんだから、結構でも書き込んだんじゃない？うん、まあ結構いい方ではと思うので、これでいきましょう。これでいこう。これでちょっとでもやりすぎたな。後で大変だなこれ。あとはチャラチャラっとバデーを塗っていいことにしますか。よいしょ。でここと、あら、なんか選択が広い。選択広すぎるな。おお、どうした？なんか選択広すぎる。あれ、線どっか切れてたか？ちょっと待ってね。それだと思ったのと違うんだ。あ、これ線切れてるな、どっかで。袖だ。上の袖のとこで切れてるや。ので、こいつをもう一回引き直します。こっちで合ってるね。選択を一回解除して、この辺だね。多分切れてるの。昔のペイント、昔のペイントソフトもそうだったけど、この辺りって普通の鉛筆の線って途切れがちなんだよね。ドット単位で線引いてるからなのかな。どうしても途切れちゃうんですよね。ここだけか。こんなもんか。ここは切れてないかな。いいか。いいでしょう。いいことにしてあげましょう。よいしょ。よいしょ。で、オッケーオッケー。うまいうまいうまい。で、これはもう、とりあえずの、ベタ塗りで、何色がいいだろう。なんとなくいつも紺色が多いから、とりあえずの紺色で塗っちゃいますか。紺。暗い紺。明るい紺。一旦、一旦明るい紺にしとくか。藍色に近いか。こんなもんかな。一旦こんなもんで、カラーリングは。うわー、なんか間抜けなカラーリングだな。いいね。いいよ。ワイは好き。ワイは好きだけど、袖は白でよかろう。袖は一応、塗っといた方がいいな。念のためにね。袖は一応念のために塗りましょう。で、ここと、ここは、白で。間違った。間違うたわ。何をやっとるんじゃい。ここと、ここ。で、筆に持ち替えて、白。よーし。これで、ほぼ、素体は完成といったところでしょうか。なんか指透けてね。なんか指透けてないか。気のせいか。ちょっと待ってね。指透けてるわ。なんで？どうしたどうした？透け指、透け感。指に透け感が出てる。どういうことやねん。よいしょ。線画のお手手の円の、カラー。で、カラーはスポイトの、よいしょ。OK。で、ペンでゴシゴシ。OK。よし。
どんなもんでしょう。よしよしよし、いいんじゃない、いいんじゃない。かわいい。結構かわいいのではこれ。我ながら、この1時間パカシ40分ぐらいかで書いた割には、ちょっと可愛くできたんじゃないでしょうか。スクショ撮っとこう。一応スクショ撮っとこう。こいつを X で書いてますって後で出しときます。よーし、じゃあ一旦これ保存して、名前をつけて保存。よいしょ。OK で、名前は画面横切り国勝。何それってなるけどね。画面横切り国勝とは。保存と。OK。よーし。上書き保存違う。やめて。上書きじゃない。名前をつけて保存。ここまで頑張って書いたのに。そんな、立ち直れないよ。なんか思ったよりうまくできたから、これアイコンにします。いい感じ。はい。じゃあ、今日は、まだちょっと時間早いけど、こんなもんにしときますか？今1時48分、1時50分なんで、上塗り保存しないって。上塗り保存って何？上書きじゃなくて。上塗り保存あんま言わんと思うよ。パソコンの絵描きのところで。もうみんなして、Y のデータを消す方向で持っていく。意地悪しないでよ。もっと優しくしてよ。国和頑張ってるんだよ。作業を。もっと優しくしてあげてよ。もっとワッショイしてくれ。でも今日はモチベーションがね、みんな見ててくれたおかげで高く維持ができたので、結構ね、いい感じにできたんじゃないでしょうか。もう少しなんかあれしたいところだけども、まあね、4フレーム分だから、あと3フレームだね。これで足をシュバシュバ動かしながら、やかましい国数をね、作っていければと思いますので、明日がね、あれなんですよ、僕仕事終わってから、配信仲間がイラスト描くので、そっちのお手伝いをね、しようと思ってたので、あさってかな。いや、あさってになると間に合わんか。まあ、似合うか。午前中いっぱいあるもんね。サムネもなんかザクザクっと書いて、なんか、それっぽくしようかと思います。一応水曜日も、雑談配信の予定ではあるんですけれども、一応またトークテーマだけ、軽く決めてあって、パンダさん、わら。いや、でも今日頑張ったから、意外と。普通に仕事終わってからやってるからね、比較的頑張ったのではないでしょうか。事前準備というところで。水曜日の、雑談配信は、前回が取らぬたぬきの川山陽っていうタイトルでやってたんですけれども、次もまた雑談配信、トークテーマの方をね、ことわざでしばらく、作っていこうかなっていう、遊び心でね、そういう感じでやっていくと面白いかなと思ったので、ちょっとしばらくそれでいこうと思います。次のことわざはですね、こんにゃくは体の砂払い。今、ろれつ回ってた？こんにゃくは体の砂払いということわざがございますので、これをタイトルにね、話を広げていければと思います。ことわざの意味はですね、こんにゃくを食べると体内の不要なもの、砂とかをですね、掃除して排出してくれるというところから来てる、ことわざになりますね。お腹の調子を整えるためにこんにゃく食べると、調子が整うよね。体の悪いものが全部、出ていくよねっていうのとか、なんかそういう風に、言われてるらしいですね。そこから来てることわざで、体にいいもん食ってなんか体調整えようよという風な内容になっております。各いう国数もですね、最近、この間料理失敗したんですけれども、X ご覧いただきましたでしょうか。
ギルティ炭酸ノープをですね、何を血迷ったのか、肉を煮込むための調味料にしてしまおうと。はい。なんか最近だとほぼ同じタイミングでいろんな YouTuber の方が、やってましたね。料理検証で。コーラ煮とか、それ系の料理で使えるんじゃないかと。同じ発想で確認してみたりとか、まあ大体煮込み料理だったんですけど、でもやっぱり、ちゃんと料理関係の動画上げてる人は上手っすよね。八角とか、ちゃんと香りの上書きができる香辛料をちゃんと用意して、そっちをちゃんと美味しく作ってたみたいですね。ちなみに僕が作ったやつはもう臭くて食えませんでした。臭くて、冷蔵庫で冷やせば人工甘味酒。あれ、人工甘味料入ってないらしいですけどね。普通の最近のジュースと違ってどっぷり砂糖で人間の脳をバグらせるためにわざとどっぷり砂糖を入れてる飲料、情け容赦のない飲料だったんですけど、だから人工甘味料入ってないらしいんですけど、その代わり人工甘味臭、匂い付けのものがいろいろ入ってると。それが煮込んだ時に肉も殺して野菜も殺してこちら側の鼻を蹂躙してくるっていう地獄のような鍋料理が出来上がってしまって、冷蔵庫で冷やして食べようと思ったんですけど、冷やしたら匂いが凝縮されてかじった瞬間に口の中にすごい匂いが広がっちゃっておえつするという近年稀に見るというか、ここ数年で一番失敗したかもしれないです。なんだろうな、今の住まいに僕今もう4年5年ぐらい住んでるんですけど、2年目3年目で冷凍庫の奥に肉を凍らせたのを忘れてて、4ヶ月ぐらいですかね。4ヶ月ぐらい鶏肉を放置して、あれ凍ってても腐るんですね、肉ってね。うん、冷凍状態の真空パウチですよ。真空パウチの冷凍生肉が腐ってまだいけんじゃないかなと思って解凍したらダメで、まあ大変なことに、なったんですけど、それ以来の大惨事。小白さん、正直予想はしてた。はい、予想的中です。はい。小白さんの予想的中です。ダメでした。実際あれだったんですけどね、あれだったんですよ。その後にゆで卵も作って、味玉にしたらなんか変わるんじゃないかと思ったら、何も変わんなかったっす。お肉よろしくちゃんと臭くなって、結局食えないっていう。すごい、ここ数年で一番食材捨てたと思うんです。だからとんでもない、だから失敗のレベルとしては、近年稀に見る大失敗ですよね。大体僕嫌いなものとかまずいもの出ても基本的に食うので、食えなかったんですよ。ちゃんとうーってなって頑張ったんですけどダメでした。八百万の神様、本当に申し訳ございません。はい、金曜日の燃えるゴミのタイミングで冷蔵庫で冷やして匂いが出ないようにして袋に二重に包んで、でメインのゴミ袋のゴミかき分けて真ん中にズムって隠して、他のゴミでガッと埋めて袋をぎっちり縛ってゴミに出しました。カラスに食われないように他の住民の方のゴミかき分けて一番奥にギューって隠して二重三重にカラス対策をして埋めて捨てました。はい。超バチ当たり。日本人にあるまじきこのバチ当たりなね。いやー、ノープいっぱいあるからリベンジも考えたんですけど、ちょっともういいかなって感じですね、正直。ね。食材にも失礼ですし、今回はもうリタイアということで、はい、ちょっと料理に関してはこんなもんにしようと思います。あとは素直にノープちまちま飲んで減らしてきます。小悪さん、砂糖の量えぐいから1本あたり 100ml 多いけどコーラより 100kcal 高いですし、あれえぐいですよね。なんか100ml あたりで確か 10g ぐらい、確か炭水化物じゃなくてカロリーだかでしたっけか、高いんですよね、純粋な砂糖の量が。しかもコカ・コーラも確か砂糖とあと人工甘味料入ってたっすよね、人工甘味料もね。ただノープ
ギルティ炭酸の方に関しては設計的にその人工甘味料をわざとなくしてあれらしいんですよ。調べたらその砂糖とその人工甘味料の割合で人工甘味料の方を増やすと口当たりがやっぱりちょっとさっぱりするらしいんですよね。そのもったりしないというか口に変に残らないっていう甘さを感じたけどサパッと甘さが抜けていくようになるらしいんですけど、ノープはわざとその人工甘味料を取り除いて砂糖オンリーで甘さを出して、そこに塩とかそういう甘味料っていうか甘味料じゃないや塩とか別の調味料も足して味をわざと複雑にして中毒性を高めてるっていうのをなんかどっかの記事で見ました。そういう構造らしいです、あれは。そこだけ見てね、じゃあいけるんじゃねって思ったんですけどね、香料がとにかく頭悪くて匂いがダメでしたね。複雑な匂いがなんかお酒の割り剤にめっちゃいらでらしいですけど、そこまでは試す気にならなかったな。でもなんかあれらしいっすよ。なんかアルパカのワインか赤ワインのアルパカで1対1で割るなんかカリモーチョっていうカクテルがあるらしいんですけど、そのコーラと赤ワインを1対1で割ったシンプルなカクテルですね。そこにレモンとかライム絞って飲むらしいんですけど、カリモーチョにしたらコーラよりもノープの方がめちゃめちゃ合うらしくて、なんかこのカリモーチョがこのギルティ炭酸ノープの正解という説が今上がってきてるっす。 YouTube でお料理系の方が検証やってて、カリモーチョ違う盲腸一歩手前とかなんか仮病で盲腸使ってますみたいなのじゃないですよ違うんですよカリモーチョでも発音も大体一緒か。カリモーチョ打つかない、最後に盲腸じゃない盲腸カリモーチョなんてね、調べてみてください。カタカナでカリモーチョってやると結構なんか赤黒い感じのなんかカクテルで見るとちゃんと見た目からして甘そうなビジュアルのやつなんですけど、これ見る限りだと随分なんか口当たりも良さそうですね。本来コーラで割るやつですね。回復してきてくれめんすちょっとねこのカリモーチはやりたかったんですけど、今日帰ってくる時に赤ワイン買って帰ろうと思ってたの忘れちゃって、そう試そうと思ったんですけど、なのでどうしようかな。明日仕事から帰ってくる時に忘れなければ赤ワインアルパカの赤買ってきてカリモーチョやってみようかな。たまにはレモンとかライム果物もスーパーで1個コロンと買ってきてやってみてもいいかもしれない。レモンなんかね油物とか肉の塊とかに絞って消費すればね、いくらでも消費できますからね。そういう感じでしてこうかな。カリモーチョは本当に正解らしいっす。料理に使って料理悪くないって言った後についでにカリモーチョ作ってみましたグビこれが正解だってどっかの YouTuber が言ってたので、多分これは本当にうまかったんだと思うっす。なので今んとこまだ美味しい思いしてないのでノープで挑戦して美味しい思いしてないのでね、1回ぐらいは美味しい思いしてノープの話はね一区切りつけた方が気持ちよくノープ離れができるのかなと。箱で買ったからまだ開けてないの17本ぐらいあるんですよね。18本ぐらいか。もう人に配ってますもんね、消費できなくて。職場に持ってってこれ CM でやってる見ました、スーパーで売ってんのつって叩き売りしてるんで箱で買ったんです、よかったら飲んでくださいつって明日も職場に行ったら清掃のおばちゃんに配ってきます。清掃のおばちゃんの寿命を削ってきます道連れ人柱からのプレゼント、死神からのハイプレゼント、一緒に寿命を縮めましょう。で肝臓は無言の臓器なのでね、一緒に痛めつけていきましょうよっていうことを口には出さずに目の奥の深いところで訴えかけて相手が気づくかどうか、もうカシュッと開けて一口飲んだが後のお祭りとお楽しみでございますそんな感じでノープは消化していこうと思うのでね、そのカリモーチョ試してあとはみんなに配って自分でちみちみ飲んで何を血迷ったのかボックス24本買ったのを全部ゼロにするとこまで頑張りたいと思いますので、夏頃までにはねなくしたい。あれ毎日飲んだら絶対腹壊すぜ。
腹壊すぜっていうか体壊すぜ。あれはうまいけど、美味しいんだけど、多分あれ毎日飲んだら正直体悪くすると思う。それ以外気使ってたのにニキビも一気に増えたし、正直あっという間に体がだるくなったんで、多分砂糖取りすぎなんだと思うす。鬼悪魔国和その並び何そんな不名誉な並びやめてその並びに国和入れないでこんなところでね、時間もいいところなんじゃないでしょうか。今2時過ぎたところなのでね、このままエンディングの方に行きたいと思います。で、またね、水曜日のところで、今お話ししました、トークテーマの方で、こんにゃくは体の砂払いというところで、また皆さんのエピソードも聞かせてもらえればと思いますので、ぜひぜひご用意して話の方を振っていただければと思います。みんなで盛り上げていただければね、楽しいと思うので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。国和不健康なのでね、みんなの健康な食べ物とか体に気使った食べ物、あとはね、家族が食べさせてくれたなんかこれ体にいいんだからって言われてた眉唾物のものでも全然大歓迎ですので、はい、そういうものを教えていただければなと思います。ちなみにね、うちの親父は昔血圧高くて血管詰まってキュッと当たったことがあるんですけど、血液をサラサラにするっていう名目で玉ねぎの茶色い皮をパリパリのところを剥いて、それを煮出してお茶と称して飲むっていうのを数年間やらされて、親父の顔色がどんどん土色になるっていうのをね見たことがあります。結局それで血液がサラサラになったのかどうかは全く定かじゃないんですけど、そういうのでもね構わないのではい、そういうのをぜひぜひ教えてください。ね、怪しいやつはみんなでつっつき合って品評会しましょう。本当かお前それっていうのをみんなで、はい、やっていければなと思っております。よろしくお願いいたします。パンダさん、納豆、オクラ、国和、なんで食材で並べたの？食えないよ国和は。しかもネバネバ系じゃねえかよ。やめてよ。ネバネバしてないって。なんでちょっとそういう匂いとかその粘りとか強そうなとこに国和放り込むの？二人とももっと爽やかそうに僕のこと入れてよ。違うって。国和いじめて楽しいか？若者じゃないからいいのか悲しい話だ。はい、じゃあ終わりにしましょう。じゃあね、明日も仕事なので皆さんもねゆっくりお休みください。また水曜日にお付き合いいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では皆さん、遅い時間作業配信でしたけれどもお付き合いいただきありがとうございました。また何もなければね、水曜日21時から定期配信、雑談配信の方、こんにゃくは体の砂払いで雑談の方やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、パンダさんお疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ小白さんもありがとうございました。他の方も残ってるかな？もうみんな寝ちゃったかな？じゃあ配信はこのまま閉じたいと思います。はい、小白さんまたよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。バイバーイ。エンディングポチッとな。